こんにちは、漫画家の山口静香です。早速ですが、皆さん漫画動画って知ってますか？ YouTube が好きな方だと結構ご存知の方いらっしゃると思うんですけど、有名なチャンネルだとフェルミ研究所さんだったり、他にもね、毎日のようにいろんな新しいチャンネルができたりしていて、結構伸びている漫画の新しい見せ方だと思ってます。で、私もたまに漫画動画の作画を担当させていただくんですけど、今回はその漫画動画の作画しているところを撮りましたので、解説含めながら紹介していきたいと思います。脚本は別の方が書いているので、脚本を読んでラフを書いて OK が出て原稿に入ったところから撮っています。漫画動画1本のカット数はだいたい20から40枚あたりで、今回も24枚書いています。私はクリスタの EX 版で漫画原稿と同じで全ページ1つのフォルダで整理してまして、作業するときは全てのページを開いた状態でまとめて作業するのが好きです。まずラフを書いたレイヤーを選択した状態で事前に登録しているオートアクションのボタンを押しています。オートアクションの内容はベクターレイヤーをラスターレイヤーにラスタライズするもの、その次にレイヤーカラーを青に変更で、次にレイヤーの不透明度を 50% ぐらいに下げるっていう、この3つの作業がオートアクションに登録されています。今までは手動で一つずつ行っていたので、オートアクションを組んでからはすごく作業が楽になりました。すべてのラフを一気に半透明の水色に変えて、次の作画がしやすくなったところで吹き出しをまず書きます。吹き出しは吹き出しツールを使って書くか、もしくはクリスタに入っている吹き出しの画像素材を使って書いていたりします。あとはちょうどいい形がなければ自分で吹き出しペンを使って書く時もあります。後々に吹き出しの色を変えることもあるんですが、一旦背景色が白の状態で全て書いています。で、吹き出しの尻尾はちょっと丸みがかかったものを使う時もあれば、そのまま直線で書く時もあります。これはもう完全に読みやすさ重視なので、誰が喋っているかっていうのがわかるように吹き出しの位置と尻尾の形などは選んでいます。漫画動画の場合は基本的に吹き出しとセリフはそれぞれ個々に別のレイヤーに作ってくださいって言われます。これ私最初ってしまっていちいち全て書いた後に分割してたんですけど、そういうんじゃなくてクリスタの環境設定から別々にするっていう設定ができます。吹き出しに関しては時間をかければかけるほど良くなるっていうものでもそこまでないですし、後から位置やサイズ感とかも変えられるので、なるべく早く手を動かして作画に時間を回せるようにここでは早く手を動かして書いてます。吹き出しが書き終わったら一旦セリフと吹き出しを全て同じフォルダに入れて非表示にしてから線画を描き始めます。ラフの段階で結構細かく書いてたりするので、下書きなしでそのままペン入れをしていきます。枚数とかカット数が多いにもかかわらず結構納期が早かったりすると思うので、多分普通の漫画を描いているよりは速い速度でペン入れをしています。カラーの段階で何回もこの線画を見ることになるので、気になったり修正したいなって部分が後から出てきたら全然後からでも修正はできるので、サクサク線画を描きます。私は人物のペン入れも後から修正が効くように全てベクターレイヤーで描いています。顔、髪、輪郭とか体とかの重線とメガネとかの小物っていうこの4種類のベクターレイヤーを使って描き分けてます。こういう一本の漫画ごとにキャラクターが変わるのって、キャラクターデザインをそんなに長くしている時間がないじゃないですか。なので脚本をいただいてラフを書き始めた時点で、この人こういう性格だからこういう顔してるんだなとか、逆にこういう見た目の人がこういう性格してそうだなっていうんで見た目とかを決めていってます。で、今回の主人公もちょっと真面目で頑張っちゃう系のお母さんっていう感じだったので、おしゃれ心は忘れないでおきつつ、ちょっと真面目っぽい空気を出してみました。で、ペン入れをしながらもキャラクターのどういう人かなっていうのを考えながら描いてたりします。この方はネックレスしてるんですけど、これはちょっと旦那さんに昔タンプレでもらったものなんだなとか、この旦那さんの方も単発なんですけど、今回はそのちょっと面長っぽい輪郭で、目はちょっとキリッと細めで単発っていう、なんか昔中学の頃とか野球部だったんだろうなこの人っていう、ちょっとがたいのいい感じを意識しながら描いてます。で、息子さんの出てくるんですけど、この2人の子供っていうことなんで、
若干この2人の要素を入れるのが結構好きなんですね。この2人の子供だっていうのが分かる感じで描くのが好きなので、要素的にはお母さんの方のふわっとした髪型の要素を入れつつ、旦那さんの眉毛のこうちょっときつい感じだったりとか、目の細い感じとか、ちょっとこれはにっこりしてるんで分かりづらいんですけど、そういうのを取り入れてこう家族っていうのが分かるようなキャラクターデザインを考えつつ描いています。すべてのペン入れが大体終わりました。たまになんか背景とか描いてない部分もあるんですけど、色を塗ってからこう背景のバランス見たりする時もあるんで、考えずに後回しで描きます。で、ペン入れが終わったので色をどんどん塗っていきます。私は人物の色塗りを先にいっぺんに進めていきます。で、最初ちょっとこのままこれに肌色塗ってもすごい見づらいので、一回この色を変えてからやったりしてますね。で、色に関しては先にカラーセットを作ってます。ちょっと私の絵結構隙間が多いんで、こうやってはみ出ちゃうんですけど、はみ出たところはこう消しつつで、こんな感じでまずは肌色をすべて塗っていきます。こういうたまに線画がきちんと描いてないところがあって自分でもびっくりするんですけど、そういうところを確認しながらなるべく早くミスがないように塗っていきます。はい、じゃあだいたい約20分ぐらいで全部のページの肌の色が塗り終わりました。次はね、髪の毛塗っていきます。髪の毛は肌の色を結構細かめにきちんと塗っておいたので簡単に塗れます。いつも使っているのは隙間なく囲って塗るツールっていうものです。髪の毛の色は先にこう試しに塗っていい感じの色だなって思ったのをカラーセットに一度登録します。これ毎回登録して毎回違う漫画描くたびに消してます。サラリーマンとか主婦っていう設定なんでかなり暗めの色にしてます。真っ黒にしちゃうとやっぱ全体的に画面が重くなってしまうっていうのと、せっかくこういう風に描いた線が真っ黒だと何も見えないベタ塗り状態になってしまうので、ちょっとだけ明るめの色を選んでこうカラーセットに登録しています。で、髪の毛を塗っていきます。髪の毛隙間なく囲って塗るツールで今選んだ色を選択して結構もう一発で塗れます。はい、こんな感じです。髪の毛もはみ出たとこはこう消していくっていう。で、この細かい作業私全ページ塗っちゃってから後から消すこともあります。で、こんな感じで同じ人のだけ塗っていきます。どんどんここはね、レイヤーを間違えないようにっていうのがポイントなんですけど、このツール使ってれば間違えたら塗ることができないのでだいたい気づくかなと思います。で、このツール気をつけなきゃいけないのが、この端っこは塗られないんで端っこは選択して塗ります。こんな感じでそれぞれのキャラクターそれぞれ全ページ塗っていきます。はい、じゃあ今ね、髪の毛の下塗りも、全部終わりました。じゃあ次は口の中を塗っていきます。口を結構閉じて描いてるので早いですね。髪の毛と肌を塗っている時点で線画の汚い部分なんかはだいたい修正したので、もうほんと口はただ単にこう塗っていくだけですね。はい、口はねだいたい5分ぐらいで全部塗り終わりました。次は、目の中を塗っていきます。目の中黒目っていうレイヤーで塗っていくんですけど、髪の毛と同じ色で目の中塗ります。じゃあ髪の毛の時に塗れよって話なんですけど、また忘れるんですよねこれ。なんで、目の中どんどん塗っていきます。これももう色変えるのが大変なんで1人ずつ塗っていきますね。目もだいたい閉じられてるんですぐバケツレイヤーで塗ることができます。はい、じゃあ次は肌の影を塗っていきます。肌の影もねもう登録されているんで、でも滑らか線画ペンってやつでこんな感じで塗っていきます。はい、人物の影もだいたい 2,30 分ぐらいですねで終わりました。で、次は髪の毛を塗ります。髪の毛のなんかこうハイライト的な感じですね。あんまり影っていう感じじゃなくてハイライト的に私は入れてます。同じ滑らか線画ペンでちょっと大きめのサイズにブラシを変えて、これもね髪レイヤー、髪の毛の下塗りの上にクリッピングで通常のレイヤーを置いてます。この髪の毛の塗りに関してはクライアント様からもっとこう少女漫画チックにとかいろいろ要望があった場合は変えてますね。これはだいたいパキッとしたはっきりさせたい感じの時にこの塗り方をしてます。たまに水彩を使ったり、あとはコピックっぽいのを使ったり、いろいろ
載る媒体とか内容とかによって塗り方は変えてますね。はい、髪のハイライトも終わりました。次はね、白目を塗っていきます。目の中も肌色になっちゃってるんですけど、ここを白目っていうレイヤーをまたこう肌の上にクリッピングして置いてるので、これを白く抜いていきます。はい、じゃあ目の中の白を塗り終わったので、次は黒目の部分の中を塗っていきます。黒目の中は髪の毛と同じ色で一回全体的に塗ってから黒でさらに黒い部分を塗っていってます。ちょっとこれ今横目なんで分かりづらかったんですけど、そんな感じで全コマ描いていきます。後から仕上げの時にこれをキラキラさせたりって決めるんで、一旦同じ感じの塗りで塗っていきます。はい、黒目の中描き終わりました。で、今なんか別に順序ってそんなに気にしてないんですけど、なんとなく目の中に光ないの怖いんで、今からちょっと目の中に光を入れていきます。これは仕上げの時にやる時もあるかもしれないです。なんか結構気まぐれですね、この辺は。はい、であとはね、人物の服の色とかを決めながらバーッと下まで終わらせます。服もね、レイヤーを分けてます。ズボンは服の下とか、こんな感じで着てるのは中っていうレイヤーに塗って別々に分けてます。全体的なね、バランスを見ながら色を決めていきます。はい、じゃあ大体人物の塗り終わったので、あとは背景を入れながらどんどん1枚ずつ仕上げていくっていう感じになります。この1枚を仕上げてみます。今ね、何も見ずにスラスラ描いてるように見えるかもしれないんですけど、さっき1個描いたんでだいたい構造は覚えてるんで、このまま何も資料見ずに描けてます。資料本当はね、置きながら描きたいんですけど、置いたら著作権の侵害になっちゃうんで、こう道具外で資料を見ながら描いてますね。用紙の色を戻して色を塗っていきます。こんな感じでぼんやり背景が描き終わったところでセリフを乗っけてバランスを見てみます。後ろが目立ちすぎてると人物が見えづらかったりするんで、後ろぼかします。書き文字や効果を足していきます。書き文字はだいたいミリペンで書くことが多いですね。あんまり強弱のない感じです。これで1枚できました。こんな感じで全部やっていきます。はい、ということでこれが私の漫画動画の描き方でした。漫画動画っていうジャンルは割と新しくて、必ずこれが正解の描き方だっていうのがまだないんですけど、かなり急速に伸びていて、漫画家を募集してるところはたくさんあるので、よかったら漫画家志望さんは挑戦してみてもいいんじゃないかなと思います。ということで今日もご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いできたら嬉しいです。